ゴミが動物のオーケストラに。年間1000点のアート巡りを動画で紹介するコウスケです。今回はどれも組み合わせが面白いアート巡り。廃材の動物すごすぎます。街中には人気写真家の作品、これも組み合わせ。 DJ やジャズライブも。チャンネル登録お願いします。実は2026年上半期のアートベスト10で動画を作ってるんですけど、時間かかっちゃってて、なので急遽短いですが別のアート巡り動画を編集しました。チャンネル登録してぜひ上半期ベスト10も楽しみにしててください。今回はまず学芸大学駅から徒歩3分、ブック&サンズ、アート系の本屋の2階に写真が展示されてます。写真っていうと被写体をこれですっていう感じで撮って伝える、事実を見せるって感じがしますが、この写真展は LA、パリ、ネパール、ソウル、そして日本各地の写真があるらしいんですけど、いかにもその国って感じじゃないし、写ってるそれっていうより空気感が伝わるって感じで、いろんな国の写真の組み合わせで一つの空気感、世界観を作ってる、そんな感じがしました。知らんけど。写真展見た後って写真撮りたくなりませんか？これ私のあるあるです。さて、ヒカリエに来ました。好きなアーティストの展覧会です。廃材でできた動物たちのオーケストラ。動物っぽい形にしてるみたいなレベルじゃなくって、元の廃材の形を生かして動物の詳細をリアルに表現してる感じがすごいですよね。動物として見てその物語も想像できるんだけど、その素材の廃材の元の姿からどんなシーンでどう使われてたかとか、そっちにも想像が広がります。なんか環境がとか説教臭くなくって楽しい感じもいいんだよな。面白かったですね。渋谷スクランブルスクエア12階です。スクランブルミュージックラウンジでイベントやってます。人気 DJ ミーツザビーツを見に来ました。 DJ もまさに組み合わせですね。
ある曲と別の曲をどうつなげるか、あるいは曲と曲とか、リズムを組み合わせて別の曲作ってたりとか。次は路上のアートです。文化村の壁に大山エンリコ勇さんの作品が見えます。けど今回見に来たのはその下です。東急百貨店本店の跡地の工事現場、その仮囲いの壁にアートがあります。川内凛子さんがこの周辺で撮った作品です。渋谷って若者の街で活気があって、なんかすごいごちゃごちゃしてる、うるさいみたいなイメージを持ってましたけど、川内凛子さんが渋谷を撮るとこうなるのかってなんかびっくりで、写真って撮る人の視点だと思ってて、なんかその人が世界をどう見るかみたいな。アートな写真家の作品を見ると、なんかカメラの F 値がどうとかレンズがなんだとか技術じゃなくって世界をどう切り取ってるか、そこに驚かされるし、ハッとさせられますね。都市と人の組み合わせっていうのが私のイメージと違ったし、あとは工事現場と美しい写真の組み合わせ、それも斬新です。バルーンスタジオ渋谷、初めて来ました。ここにも組み合わせがありました。この合板で作られた人々をいくつも重ねて組み合わせています。さらに合板の上に紙を敷いてこすって写し取った青い作品は、人の組み合わせがこの合板の方とは違う組み合わせになってる。どの人がどこにいるんだろうと探してみたり、あとは人の組み合わせが状況によっていろいろ変わる感じが、この社会そのまんまだなとか。ここ渋谷だったわって感じで、やっぱ騒がしいです。タワレコでジャズのライブやってるみたいなんで行ってみます。たまたまインスタでイベントを見つけていい感じそうだったんで来てみました。もう始まってます。私昔 CD 屋で働いてたんですが、今や CD プレイヤーすら持ってませんけど、ここ6階はレコードのフロアでお客さんたくさんいますよ。西川沙織さん、ドラマーです。新しく出したアルバムの記念イベントみたいです。かっこいいですね。今回のアート巡り、どれが気になりましたか？富田夏美さんの廃材の動物たち、やっぱ良かったですね。他のもすごく良かったです。ぜひ感想など教えてください。この動画が良かったという方は高評価やハイプお願いします。次も一緒にアート巡りできるようチャンネル登録お願いします。